Amazon プライムでおすすめアンカー製品15選。どうもこんにちは、まみよしです。今回は Amazon プライムデーで安くなってるアンカー製品からおすすめの充電器、モバイルバッテリー、ワイヤレス充電器、あとアクセサリーも含めて合計15個紹介していきます。アンカーに関しては6年連続で世界ナンバーワンの充電器ブランドになっているので、充電器迷ってるっていう方はぜひ今回の動画チェックしてみてください。早速チェックしていきましょう。そしたらまずは USB 充電器から紹介していきます。一つ目がこちら、アンカーナノチャージャー 45W ディスプレイツイングプラグ。こちらプラグ部分が畳める 45W の AC アダプターになってるんですけども、なんとこちらの部分にディスプレイを搭載しています。実際にこちらの iPhone 17 Pro を接続すると、繋いだ iPhone の機種を認識して充電をしてくれる AC アダプターになっています。で、こちらに充電中 10W ということで、今何 W で充電できてるのかっていうのを確認できるんですけども、さらにすごいのがこちら、今71% と表示されてるんですけども、繋いだ iPhone 17 Pro のバッテリー残量を認識してくれてます。これによってスマホを見なくてもこっちだけで充電のパーセンテージがわかるっていう謎技術を搭載しています。で、それだけじゃなくてこちらにタッチ式のボタンがありまして、急速充電と保護充電を切り替えることなんかもできるし、画面オフのタイマーを1分と5分で切り替えることや、今の充電の温度はどのくらいなのかっていうのをこちらからチェックすることもできます。で、この温度に合わせて充電のワット数っていうのも変更してくれてますね。っていう面白い機能を搭載した充電器。さらに普通の AC アダプターだとこんな感じでコンセントに挿した場合、ケーブルが正面から出てくるものだともうどの向きにしてもこっちの部分からしか出ないのでケーブルが邪魔になりがちなんですけども、こちらの AC アダプターに関してはプラグの部分がなんと180度回転することによって壁に挿した時に正面に出すこともできるし、90度にしておけば上に出すこともできるし、下に出すこともできるっていう、これがね個人的にかなり嬉しい機能ですね。本当に iPhone1 台とかしか使ってないっていう人はこの AC アダプター持っとけば 45W なのでフルの速度で充電できるし、 AC アダプター自体も小さいし、これはねかなりおすすめになっています。続いてはこちら、アンカーナノチャージャー 35W 巻き取り式 USB-C ケーブル。プラグを畳めるタイプの 35W の AC アダプター、さらにこの AC アダプター自体に巻き取り式の USB-C ケーブルを搭載しています。こちらの長さは70センチ、こんぐらいの長さ。これ巻き取り式ケーブルがついてることによって AC アダプター持ってきたけどケーブル忘れちゃったみたいなことが起きません。しかもデスクで使う時もね、この AC アダプターをコンセントに挿しといて、使わない時はこのケーブルをこんな感じで AC アダプター本体に内蔵することができるので、デスクでケーブルがごちゃごちゃするっていうことがなくなります。で、充電自体は 35W とさっきのものと比べると 10W 低いんですけども、最新の iPhone とかだと 35W ぐらいが最高の速度だったりするので、こちらが最新の iPhone にぴったりな AC アダプターになっています。で、さらにこちら巻き取り式の USB-C ケーブルだけじゃなくて、こちらにも USB-C 端子もう一つあるので2台同時に充電することなんかもできます。普段の充電器として使ってもいいし、出かける時、旅行の時の充電器として使うのもおすすめ。続いてはこちら、アンカーナノチャージャー 70W3 ポート。これ3ポート搭載で単ポート最大 70W 以上の充電器としては世界最小クラスの充電器になっています。プラグは収納できるタイプ。1ポートだけ使って 70W として使ってもいいし、2つつないで iPhone を同時に急速充電するなんていう使い方もいいし、でさらにね、この USB-A があることによってたまに USB-A のケーブルでしか充電できないガジェットとかあるんですけども、そういった時にこちらを使ったりもできるので、かなり万能な AC アダプターになっています。MacBook Air も充電できるし、 MacBook Pro も 70W あれば充電することができます。で、あとこういった横に長いとか縦に長い AC アダプターってコンセントに挿した時にだんだんね緩んできちゃったりするものもあるんですけども、こちらはコンセントから抜け落ちにくいように本体の重心を調整しているので、ケーブルいっぱいつないでちょっとね負荷がかかったとしても充電器が抜け落ちにくい構造になっています。これも結構嬉しいポイント。複数ガジェットを持ってて同時に充電する機会が多いとか、 70W と高出力なワット数が必要なデバイスを持っている方におすすめな充電器になっています。続いてはちょっと変わり種の変換プラグ、アンカーナノトラベルアダプター 5in1 20W。これどういう製品なのかというと、海外のコンセントを日本用のコンセントに変換できる変換アダプターですね。1つ、そして2つ、でそして3つ、 A、C、G の3タイプの主要なプラグを搭載しているので、約200以上の国と地域に対応しています。それぞれの国に合うようになっているので、こちらをその国のコンセントに挿してあげて、日本用のコンセントが1つ、さらに USB-A が2つに USB-C が2つ、合計 1,2,3,4,5 ポートになる変換プラグになっています。あとはここの上の部分に例えば 800W までの家電に対応しているので 800W までの家電をつなげてもいいし、こちら全ての端子で 20W までになっているので、iPhone とかの充電とかだったらいいんですけども、さらに MacBook とか充電したいってなったらここの部分にさらに AC アダプターをもう一つ挿してあげて、こんな感じで使うこともできます。具体的な使い方としては、日本で使う場合はこちらのプラグを洗面所とかに挿してあげて、ご
こちらの部分に電動歯ブラシとかジェットウォッシャーとかそういったものを充電する用の端子、iPhone とかも洗面所で充電したいんだったらここに AC アダプターつなげてもいいし、 800W なのでアイロンとかをつなげて使うのもいいし、海外旅行行くときはこちらをポーチとかに入れてあげて海外でも同じように使うことができるっていう、そういった商品になっています。日本にずっといる人に関しては別にこちらを買う必要はないんですけども、海外よく行く人に関してはこういったものを一つ持っておくのがおすすめです。あと急速充電じゃなければこちらね、4つ同時に充電できるので、4人で旅行に行ってこちらをベッドサイドとかにさせて、それぞれ4人分のスマートフォンをつなげて低速充電にはなるんですけども、朝になる頃にはマックスになってると思うので、そういった4デバイス同時に充電する用の充電器としても使うことができます。海外よく行く人におすすめ。続いてはこちらアンカープライムハイエンドモデルの充電器、アンカープライムチャージャー 160W3 ポーツ。こちらが本体になるんですけども、なんといってもこちら3ポート合計で最大 160W というモンスター級の出力。僕はね、普段 MacBook Pro を使ってるんですけども、 MacBook Pro を2台同時に急速充電することなんかもできちゃいます。1ポートの場合は 140W なので、それこそ MacBook Pro 16インチとかだと最大 140W で充電できるので、最速で充電することができます。で、さらにこの 160W というサイズ、そしてポートが3つ搭載してるのにこの小ささ、さっきのね 70W と比べるとこんな感じ。 160W3 ポートの中でかなり小さい充電器になっています。こういった感じのモバイルバッテリー、こちらをつなぐとこんな感じで 150W 近く出すことができています。こっちの充電器の方も 149.8W と出ています。これによって対応しているデバイスであればかなり高速で充電できるし、3ポート合計でも 160W 出すことができるので、かなりモンスター級のスペックの AC アダプターになっています。こちらのタッチパネルによって今 C1、C2、C3 どのポートで何 W 出てるのかも確認できるし、今どのくらいの熱なのかっていうのも確認できたり、であとこちらチャージモードが AI2.0 のモードとプライオリティ 140WMAX AI2.0 のモード、好きな方を選ぶことができます。基本的に AI でいいかな。でさらにこちら Bluetooth も搭載していて、こちらアンカーの専用アプリを使うことによってこんな感じでスマートフォンから現在の充電状況をチェックしたり、あとは充電器のファームウェアを更新することなんかもできます。こちらの充電器 160W 出力なのに、一般的な 140W 出力の充電器よりも約 43% 小型化、高出力の 160W なので値段はちょっと高くて、こういった高いデバイスに関してはセールで買うのがかなりお買い得。続いてはモバイルバッテリーいきましょう。アンカーナノパワーバンク 10,000mAh 巻き取り式 USB-C ケーブル。こちらスマホを約2回分充電できる 10,000mAh のバッテリーに、先ほどと同様 70cm の巻き取り式 USB-C ケーブルを内蔵したモバイルバッテリー。こちら最大 45W 出力になっているので MacBook Air とかも充電できるし、端子に関しても内蔵の USB-C ケーブルに USB-A 端子 USB-C 端子が1つずつの合計3ポートになっています。で右側のボタンを押すことによってバッテリーの残量もパーセント表示できるので、今どのくらいバッテリーがあるのかっていうのをチェックすることもできます。旅行とか行く人に関しては 10,000mAh ぐらいあるとかなり安心だと思います。続いてはこちらアンカーナノパワーバンク 5000mAh Mag5 スリム。こちらは厚さ約 8.6mm の薄型設計になっているスマホの背面にマグネットでくっつけるワイヤレスで充電できるモバイルバッテリーになります。C2 に対応してて最大 15W での出力。 iPhone 17 Pro にくっつけるとこんな感じ、かなりぴったりでしっかりと C2 で充電できてます。でこちら 5000mAh なのでスマホ約1回分の充電。ケーブルレスなのでこのままつけたままでも十分操作することもできるし、使わない時はこのままポケットに入れておくのも全然あり。元々のスマホのバッテリーとこの 5000mAh のバッテリーがあればスマホをいっぱい使っても全然問題なく過ごせるぐらいの容量になっています。なので充電が少ない時に家出るとかそういった時に持ち歩くのもいいし、今日はいつもよりいっぱい使いそうだなとか、あとはバッテリーが劣化してきた iPhone 使ってる人なんかはこういうものがあるとかなり便利に充電できると思います。軽量薄型になっているのでカバンに一つ入れておくっていうのがおすすめです。続いてはアンカープライムパワーバンク 9600mAh 65W フュージョン。こちらに関しては 9600mAh のモバイルバッテリーになっていて、さらにプラグを内蔵しているので AC アダプターとしても使える充電器になります。出力は 65W で、このモバイルバッテリー自体もコンセントに挿すことによって充電することができます。でこちら出力は 65W と結構高出力なんですけども、これ嬉しいのがこういった AC アダプターとして使ってる時以外にモバイルバッテリーとして使ってる時も 65W で出力することができます。なのでモバイルバッテリーとしても高出力と。で端子に関しては USB-C が2ポートになっています。でこちらディスプレイも搭載していて 0.01% 刻みでどのぐらい充電しているのかっていうのを確認できるし、あと何時間でマックスまで充電できるのか、でそして iPhone とかをつなげると何ワットで充電しているのかっていうのも確認することができます。で横のボタンを押すことによってバッテリーの健康状態を見れたり、バッテリーを何サイクル使ったのか、これ前も使ってたんですけどちょっと
ょっとなくしちゃって2台目になります。そしてバッテリーの今の温度っていうのを確認することができます。でそしてこちら長押しすることによってこんな感じでスクリーンオフタイム、スクリーンブライトネス、C1 ポートのステータス、充電もできるようにするのかっていうのを設定することもできます。スクリーンをつけっぱなしにしておきたいんだったらこうやって30分とかにすればいいし、できるだけ電力を少なくしたいっていう場合はスクリーンのライトもローで暗くするっていうこともできます。これ結構前に発売した商品なんですけど、未だに周りの友達とかも使ったりしてるので MacBook とかを外で使うっていう人にかなり人気な AC アダプター兼モバイルバッテリーになっています。ただね、ケーブルに関しては巻き取り式内蔵ではないのでそこだけ注意。でもね、お気に入りの巻き取り式ケーブルとかを持ってるとかお気に入りのケーブルがあるっていう人はこちらかなりおすすめです。あと男性の心配とかもないので、男性がちょっと気になるなとかいう人はこういったケーブル内蔵型じゃないこちらのモデル買ってみるのもかなりありだと思います。続いて最近愛用しているのがこちらアンカーパワーバンク 25000mAh ビルトイン&巻き取り式 USB-C ケーブル。こちらは 25000mAh とかなり大容量のモバイルバッテリーになっていて、さらにこちらに巻き取り式の USB-C ケーブル、こちらストラップ型の USB-C ケーブル、ケーブルを2本内蔵しているモバイルバッテリーになっています。で 25000mAh だと iPhone17 なら約4回、 MacBook Air も1回フル充電できるぐらいのバッテリー容量。最近僕は MacBook Pro を外に持ち出して外で作業することが多いので、そういった時にねこちらを持ち歩いて普段から使っているバッテリーになります。でこちらスペックに関してはワンポート時は最大 100W 出力、複数ポートの場合は最大 165W の出力ができます。モバイルバッテリーで 100W 超えの出力できるものなかなかないので MacBook Pro とかを急速充電できるっていうのはかなり嬉しいですね。あと 25000mAh あるのでバッテリーが切れる心配っていうのもありません。でこちらに関してもバッテリーの現在の残量、そして今の温度とバッテリーの健康状態、今までバッテリーを何サイクル使ったかっていうのをチェックすることができます。さらに左側に USB-C と USB-A の端子最大4台同時に充電することができます。でそれぞれの端子で何ワット出てるのかっていうのも確認できるし、合計のワット数も確認できます。あとこちらのモバイルバッテリーを充電してる時のワット数だったり充電の増え方、そしてあと何分で充電できるのかっていうのもチェックできます。 AC アダプター機能がないのでいいとか、それこそねこれだったら1日の旅行とかでも充電器なしでもいけると思うので、こちらだけを持って AC アダプターを持ち歩かないとかでも全然いいと思います。普段パソコンを長時間外で作業するとか旅行の時とかにもおすすめできるバッテリーになっています。僕は最近こちらのモバイルバッテリーを一番愛用しています。 MacBook とかを使ってる人はこちらかなりおすすめです。続いてさらにハイスペックなモバイルバッテリー紹介していくんですけども、その前にこちら紹介します。こちらアンカープライムチャージングベース 150W3 ポーツ、手前に LED がついていて右側に USB-C が2つ、 USB-A が1つで、そして上側に謎のピンが出ている充電器になります。こちら最大 150W の出力、特にディスプレイとかはついてないんですけども、こちらの端子で合計 150W の出力をすることができます。こちらは何に使うのかというと、こちらアンカープライムパワーバンク 20100mAh220W、 iPhone17 Pro Max よりもコンパクトながらスマホを約4回充電可能な超大容量 20100mAh の大容量モバイルバッテリーになっています。ポートに関しては USB-C が2つに USB-A が1つ、単ポート出力時は最大 140W、 合計で最大 220W での充電ができます。モバイルバッテリーでこれすごいですね。なので MacBook Pro を2台急速充電することなんかもできます。外でもフルスペックで充電みたいな超高性能モバイルバッテリーになっています。ただね、こういった2万 mAh のモバイルバッテリーだと充電するのが結構大変なんですが、その時に使うのがこちらのさっきのベース。こちらのモバイルバッテリー下にピンが5つあって、こちらを上に置くだけ、これ磁石でねこう吸着されます。そうするとこんな感じでワイヤレスでモバイルバッテリーを充電することができます。これめちゃめちゃ楽。結構モバイルバッテリーの充電って忘れがちなんですけども、こちらステーションがあることによって帰ってきたらこちらのステーションの上に置くだけで自動的に充電されるっていうのが魅力なセットになっています。で本体への充電も早くて 100W で充電できていて、残り44分でフル充電できるという感じになっています。さっきのやつとの選び方に関しては内蔵ケーブルを取るか、こういう簡単に充電できるのを取るかっていう感じ。今回のラインナップの中でも割引率が大きい注目モデルになっています。ちなみにこのアンカーのポーチと 240W 対応の USB-C ケーブルも付属します。続いてはさらにハイスペックなモバイルバッテリー、アンカープライムパワーバンク 26250mAh300W になります。本体はこちら、さっきのモデルと比べると1.5 倍ぐらいの一回り大きいモバイルバッテリーになっています。こちらに関してはスマートフォンを約5回分、 MacBook Air を約1回フル充電可能になっています。こちらのモデルも USB-C が2つ USB-A が1つの端子になってるんですけども、なんと合計 300W の高出力ができます。 140W の MacBook Pro 16インチを2台とかで、さらにさっきのモデルはポコピンの部分から 100W での充電だったんですけども、こちらのモデル
に関してはなんと 150W でこのモバイルバッテリーを充電することができます。しかもケーブルレス。普通の 30W のアダプターで充電する5倍速でこちらのモバイルバッテリーに充電できているので、ちょっと朝時間がないとかそういった時も超急速充電することができます。これ1個持っとけば2日の旅行とかでも全然 OK なぐらい、かなり大容量高出力のモバイルバッテリーになっています。で、さっきね言い忘れたんだけど、さっきのモバイルバッテリーと今回のモバイルバッテリー両方とも Bluetooth に対応していて、専用アプリと接続することができます。ファームウェアの更新とかもできますね。なので新機能とかも入ってきます。他にも機能があって、時計のスクリーンセーバーをオンにするとこんな感じで時計を表示することなんかもできます。なので普段はモバイルバッテリーを充電しながらこんな感じでね、時計を常に表示させてデスク上の時計として使うことなんかもできます。で、さらにこちら面白い機能がついていて、このモバイルバッテリーを左右に振ることによってこんな感じでね、ポモドーロタイマーを起動することなんかもできます。集中力が続かないとかいう人はこういったタイマーを使ってみるのもあり。続いてはこちら、電源タップ、アンカーナノチャージングステーション 7-in-1 100W 巻き取り式 USB-C ケーブル。こちらは基本的にデスクに設置する充電器兼電源タップになります。巻き取り式の USB-C ケーブルが2本に、後ろの部分にコンセントが3つ。これをデスクに設置すれば、こちらの左右の巻き取り式ケーブルで iPhone とか MacBook とか iPad とかそういったものを充電しつつ、さらに USB-C 端子と USB-A 端子も1つずつ搭載。裏面のコンセントでさらに充電器を拡張するでもいいし、パソコンのハブの電源を取るとか、モニターの電源を取るとか、これ1台で全ての電源を賄うことができます。で、これ上のボタンを押すことによって今の温度だったりスクリーンタイムアウトの時間、合計のワット数、個別のワット数をチェックすることができます。で、付属品でこれ両面テープも入っているのでデスクに貼り付けることもできます。ただ1個だけ注意点としては、こちら上側にボタンがあるのでデスクの下に貼り付けるっていうのはあまりお勧めしないかな。ちょっと手前だけを出して貼り付けるっていうんだったらいいかも。画面を反転させるっていう方法はないですね。で、担保閉じは 100W 出力できるので MacBook Pro とかも急速充電できます。使わないときはケーブルを巻き取っちゃえばいいので、デスクの上のケーブル周りがかなりスッキリします。続いてはワイヤレス充電器、アンカープライムワイヤレスチャージングステーション 3-in-1 Mag5 エアクールフォルダブル C225W の充電に、こちらに Apple Watch の充電器、これはカチッと押すことによって出てきます。で、さらに下側にイヤホンを充電できるQi充電の 3-in-1 になっています。で、この Qi225W ってかなり発熱するので、ファンとか冷却機能がないとフルの性能を出せないんですけども、こちらはしっかりと裏面にファンを搭載していることによって iPhone を冷やしながら充電することができます。で、もちろん Apple Watch も充電 OK、AirPods も充電できます。ファンのオンはここをダブルタップすることによって変えることができます。普段使うものを全部充電できるっていうのがこの 3-in-1 の充電器。で、この Qi2 充電でファンありモデルだと結構ね、ファンの音がうるさいモデルも多いんですけども、僕が使った中で一番静かだったのがこのアンカーの 3-in-1 Mag5 エアクールフォルダブルでした。ちなみにこれは USB-C ケーブルと AC アダプターは付属しています。で、さらにこちらのモデルはフォルダブルになっているので、こちらを畳んであげてパタッと折りたたむだけでポーチに入るぐらいコンパクトになるので、デスクでも旅先でも使える 3-in-1 で高性能なモデルが欲しいっていう人はこちらおすすめ。続いてはこちら、最近発売されたアンカースタイルポーチ。本体がこちら、まず何といってもね、見た目がいい。こちら素材がソフトレザーになっているのでかなりね、質感もいいですね。デザインに関してもかなりミニマルな感じ。そしてこの金属のロゴがかっこいい。で、こちらね、ただかっこいいだけじゃなくて特徴があって、内側の素材、難燃性の素材を採用してて、例えば最近ニュースとかでモバイルバッテリーが爆発しちゃったりすることも多いんですけども、そういった時にでも燃えにくい素材になっていることによって被害を最小限に抑える構造になっています。で、容量に関してはさっきの 3-in-1 のワイヤレス充電器に巻き取り式ケーブル内蔵の AC アダプター、さらに AirPods だったり、ちょっと被っちゃうけど 10,000mAh のモバイルバッテリー、そして撮影用のワイヤレスマイクでちょうどぴったりぐらいですね。で、こちらの部分にパスポートとかを入れられるポケットもあります。財布とかカードケースとかそういったものを入れてもいいですね。という感じで、容量に関しては前のアンカーのやつよりは小さめなんですけども、必要十分なサイズ感はあると思います。で、とにかくね、やっぱり見た目がいいので、個人的にこのアンカースタイルポーチかなりお気に入りになっています。ということでいかがでしたでしょうか。個人的な一押し製品はこの4つ。 iPhone 使ってる人であればこちら 35W で巻き取り式ケーブルを内蔵してるので、充電器持ってきたけどケーブルを忘れたっていうこともなくなるし、なんといってもこのケーブルを中に内蔵できるのでケーブルがかなりスッキリで、そして iPhone、Apple Watch、ワイヤレスイヤホン使ってるんだったらこの 3-in-1、 とにかくファン付きの中でも静かだし、この Apple Watch かける位置が高いので iPhone をつけた状態でもかけやすいっていうのもメリット。3-in-1 欲しいんだったらこれで、モバイルバッテリーはこの 10,000mAh の巻き取り式ケーブル、や
やっぱりね、巻き取り式ケーブルがあると充電かなり楽になっているので、これがおすすめ。で、10000mAhいらないよ、ケーブルを外で差したくないよっていう人は、この C2 の 5000mAh の MAG5 Slim。とにかく薄型なので、iPhone につけたままでも握って操作もできるし、ポケットに入れっぱなしにもできるので、これもね、ケーブルレスでかなり気に入っています。で、個人的に一番使ってるのはやっぱりこれ。25000mAh のモバイルバッテリーで、ビルトインケーブルと巻き取り式ケーブルが内蔵されたモデル。こちらとにかく出力が高くて容量が多いので、普段外で MacBook を長時間使うときに、こちらも持ってって、MacBook の充電が切れそうになったらこちらで充電して使っています。これと MacBook さえあれば、かなり長時間外で作業できるので、長時間作業を外でするっていう人は、こちらかなりおすすめになっています。で、こちらケーブルを内蔵してることによって、このケーブルを AC アダプターに挿せば、このモバイルバッテリー自体も充電できるので、そういった点もかなり便利なポイントになっています。今回紹介した商品に関しては、概要欄の Amazon ストアフロントにまとめているので、気になったものがあれば、ぜひチェックしてみてください。以上、バイバイ。